はい、始まりました。急遽収録することになりました。なんか動画の間に差し込むと思います4回連続とは何だったのかっていうモダンホライズン3のフルスポが発表されたみたいで、はい、統率者デッキの統率者をまたちょっと8体語ってこうじゃないかと、軽くね、軽くっすよ、軽くなんですけどね、そういう回を1回取ります。いい感じに間違えたこと言っちゃったりしてやばかったですねいろいろご指摘を頂戴したりしちゃってそうですね、間違ってたら間違ってるって言ってくださいそれはそれで美味しい美味しいんで、はい。でまずご存知の方ももちろんいっぱいいると思うんですけども、エルドラーシはハレリアさんの動画で紹介されたみたいなんで半分割愛するんですが、はい、一応もう海外で見られてる方もいらっしゃるんで、そのために能力説明しますと、はい、合体した非道ウラレックというやつからまずいきますと、こいつはウラモグとコジレク合体しちゃったとみたいですね。なんかどうやらもうわけわかんないけどみたいな5色の混成無色っていうよくわかんないどこからそしてその5色出てきたんだっていう話でねすごいですよねこいつ、2号の血色で、あなたがエルドラージ呪文を一つを唱えるたび無色に払うとコントロールして全ての呪文をコピーする、それ自体をコピーして、その後起動型や誘発型であり高能力でない全ての能力をコピーする、だつまりエルドラージ唱えたら、それの誘発もコピーされますよってことですよね、今の払えばね、はい。これはどうやら有色のエルドラーシの呪文が、有色っていうか血色なんですけどそうですね、はい、それが要は使えるようになったっていうフレーバーですよね。そうですね、そうですよね、はい、でその誘発がマナ払えば倍ですよっていう感じですね。マナ払えばそもそもコントロールして全ての呪文コピーだから、そのエルドラージもコピーされて、その上でその出てきた時の誘発とかあるんであれば、それもコピーすると。やばいっすねっていうなんか部族インスタントみたいなのがインスタントで誘発2倍だとって言ってることを言ってましたよ。なるほどそうね、部族インスタントはあるから、ね、やばいっすよねまあそんな感じですと、はい、でもう一方の方が隆起する災い魔アズラスク、はい、こいつは3マナ22でコントロールしていて、この2体のエルドラージサイズが可愛いですね。可愛いですね、確かにちっちゃいんですね、こいつやあなたはコントロールしていて、これでない無色のクリーチャー1体が死亡するたび経験カウンターを得ると、で経験していくってことですよね。カウンターが溜まってって、はい、5マナ起動で全てのクリーチャーは XX の修正を受ける X は経験カウンターの数ですよね、でターン終了時まであなたはコントロールしている全ての末裔や落とし子が破壊不能と滅殺1を得る、どうやら落とし子、がサクルと経験カウンター得られるんで、落とし子デッキなんじゃないかっていうことですよね。ましてや最終的にね、そいつらの滅殺つくから大量のやつらでアタックすればね、だから落とし子系にしていくってことですよね。多分そうでしょうね、どうせフルカラーなんでね。そうですね、はい、確かに落とし子系の好きなカードを入れていただいてみたいな感じじゃないですか、みたいですね、そんな感じでだいたいこんな2体が紹介されてたんですが、はい、それ以外で残り6体、我々がちょこっとだけ調べてきましたんで、はい、それを紹介していきたいと思うんですけど、はい、まずシミックの、変なやつって言うと怒られる能力変ですよねこいついやわけわかんない能力ついててなんだこれと思ったんだけどベズーバの女王オムオになります、からまずいきます、はい、シミックの混成で3マナで1号、でこいつが場に出るか攻撃するたびに土地とクリーチャー最大1体ずつを対象として、それの上になんかカウンターを1個置くと、なるほど、万物カウンターを1個ずつ置くってことですよね、土地とクリーチャー、でこいつが置かれている全ての土地は他のタイプに加えて全ての土地タイプである、つまりどういうことみたいなで万物カウンターが置かれていて、土地でない全てのクリーチャータイプである。これは分かりやすいよね。多層なんだろうなということでしょうね。で最初ティームさんがもんじゃねっていう話になって一回もんでねちょっとね引っ掛けたんですよねちょっと無理があるなっていう門を
全部門にして、そしたらシミックでメイズエンドできるんじゃねえかみたいな言いかけたんですが、はい、どうやら調べた結果ちょっと違う筋が浮かんできまして、はい、グリフィンキャニオン、グリフィンの峡谷でしたっけ、っていうカードがあるんですけども、これはですね変なカードでして土地なんですけど、グリフィンを対象としてアンタップして11カウンターを乗っけるっていう土地があるんですよ、はい、タップ起動できるんですよね、なんでそれと要は東屋のエルフは森を起こすなんで、森が全ての土地なんで、全てのグリフィンなんで無限パンプできる、ってことになりますよね。まあなりますね。はい。まあだからなんだっていう話になるんですが東屋の場合はだからなんだになっちゃうそれ以外にも、アルゴスの長老でしたっけ、2つ土地をアンタップするっていうクリーチャーとそのグリフィンの峡谷で、無限マナになりますね。いけるということになりますよね。まあ無限マナになってどうするんだいっていうことになりますけど、なりますけど、で無限パンプもできますよね、一応ね。無限パンプもできますよ。できますよね。でスーパーマンコンボが使えるってことなんですよね。まあ一応スーパーマンコンボが使いやすい構成にはなるっていうことなんですよね。そうですね。それでまあ無限パンプした結果、無限はパンプしなくて、例えばパワー3小ドローを打てばデッキ全部めくれると。そうですね。はい。まあそれがエントの最後の進軍だったら打ち消されない。打ち消されないと。打ち消されない状態でそのままオラクル出てくると。おおすごいぞ。でもそれ無限まで行くんでしたっけ無限まで行ってたらいけます。いけますよね。無限まで行ってはいけますけど、でもそれ何枚必要なんですか10はないな。8ぐらいかな確か。それ結構重いですよね。まあでもシミックだから土地伸びるから。マナは伸びるんでね。ちょっと変な感じの面白いやつ、変な感じっていうと失礼かもしれないですけど、ちょっと独特な動きになるんですかね。そうですね。で次行きましょうか。次は、モアグの古きものジョティ。はい、こいつはシミック4マーで24です、で戦場に出た時、このゲームであなたが逃走者領域からあなたの逃走者を唱えた回数1回につき1体の緑の11の森ドライアド、つまり森の11のトークンが生成されると、で戦闘の開始時にターン終了時まであなたがコントロールしている全ての土地クリーチャーは XX の修正を受け、それはこれのパワーに等しいってことは現状ですと2上がるという形になりますかね。はい。でまずパッと浮かんだのが、食物連鎖するのかなと思ったんですけど、何も起きないんですよね食物連鎖すると、まあ無限トークン、になりますよね。一応先にだから先にお供たちで無限マナいってるんであれば無限トークンになるし、そのままだとジョティだけだと追放されていくだけで何も起きないっていうとにかくループできるっていう。一応ミドルアワーでループできて何もないですかなんか例えばワンドローとか唱えた時の唱えたらね、場に出た時のワンドローとか獣にささやくものみたいなのがあると、それがあれば一応無限ドローにはなるかもしれない。なるほど、面白いですね。カジュアルで俺らちょっと考えてみたんですよね。カジュアルで考えるとなんか森林の目覚めっていうランプするカードあるじゃないですか、あれからドライアドをいっぱい出して、でこいつ2修正だから、こいつパンプすれば、激励とか打って4パンプすれば、6修正で、横並びでパンチして、勝てるみたいなプランも取れると、そっちの方がいいんじゃねえかと思ってあれこれカジュアルで考えた方が楽しそうじゃねっていうふうに思ったってことですよね。そうですね、こっちは、そんな感じになりますかね。そうですね。はい。次行きましょうか。次はジャンドっすね。普及のディサ、ジャンド5マナの56、でルアゴイフパーマネントカード1体が戦場以外のいずこかからあなたの墓地に置かれるたびそれを戦場に出す、墓地に置かれたら出るみたいですよ。ルアゴイフってタルモゴイフのことですよねであなたがコントロールしている1体以上のクリーチャーがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えたら、タラモゴイフのトークンが1体訂正される、これ楽しそうじゃないですかこれ楽しそうだなと思ったんですけど、これどうすんのこれもうそんなに大きくもないタルモゴイフでぶん殴ってくれ気になるんだけどだから俺が
最初にまずルアーゴイフ調べたんですよ1回、相談して使えるのはもう2体ぐらいで、今スタンにいるやつと、あとスタンにいるやつは確かあれなんですよね、色が違うから、だからほんと使えるやつがタルモゴイフぐらいで、もう多分多層だと思うんですよね。でもこのデッキの中には大量に入ってますよ、もちろん。あ、このデッキ新しく収録された中に入るんですね。そうルアーゴイフ大量に入ってる。あ、そうなんですね。でもおそらく変わり身ののけ物をまあね納募してまあね、いやもう納募したら場に出ますけど、別にそれそもそも手札に来てたら出しゃいいですよね。1マナなんですからでどんどんタルモゴイフトークンを増やしていくと、そうすると横並びで殴っていけばなんか楽しそうじゃない。タルモゴイフどんどん増えていくんですよ楽しそうじゃないですかまあどうします、再戦闘します、ビヒモス出しますみたいなね。そうですね、まあそんな感じになるんですかね。でも結構カジュい感じになりますかね。カジュいなこれカジュいでもカジュアルだったら結構楽しそうですよね。結構いいと思うけど、じゃあ次そのお供の方いきますか。葬儀人コーラムジャンド4マナの05ですと、0みたいなね05、はい、こいつが X0 の修正を受ける。 X は全ての墓地にあるカードの中のパワーの最大値に等しい。はい。これは錠剤か。なるほど。常に上がってる。なるほど、常に上がってるんですね。なるほどね。はい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 。これが攻撃するたび各プレイヤーはそれぞれカードを1枚ミルする。でそれを各ターンの間、そのターンにライブラリーから墓地に置かれて、そこにあるカードの中から土地を1枚プレイして呪文を1つ伝えてもいいってことは、それ以外でも相手が使ったらそれ使えるってことですか。そうね。これちょっとやばくないですかあれこれこの一番下の能力実は結構強くないかこれ。一番下やばくないですか。今俺ちょっと読んでてびっくりしたんですけど、これだってフォーチュンとか打ったらさ全部使える。全部使える。でもじゃあ相手のターンに例えば打ち消し打ってそれ本を使って例えば唱えることみたいなこともできるってことですよ。相手が打ち消し唱えました。でもあなたの各ターンの間なんで。あなたの各ターンの間か。そうなるほどなるほどなるほどね、あなたの各ターンの間か。間のターンはダメなんですね。でもまあもちろん自分のターンのアクションに対してなんかカウンター打ってきたりして墓地に置かれたものは使えるってことですよね。使えますね。はい。いいっすね。はい。でまあ一つですけどっていう。一つなんですね。一つなんですね。なるほどなるほど。で墓地納望するんですよね。史上最大のパワーが持っているヤーグルトモルタにその瞬間ヘイトマックスになると思うんだけど大丈夫18修正になって、18後で、あとは2段攻撃つけてもいいですし、パワー倍にしてもいいですし、再戦闘してもいいですし、めっちゃ強いですよみたいな感じでは遊べそうな感はありますが、楽しそうですね。緑で守るんでしょうね、おそらく。まあそうでしょうね。この色ですから。レゴラスとか撃っちゃってそうねレゴラスやばくないですか。これ殴った瞬間に起動でパワーいくつなんだみたいなことですよね。まあ結構楽しく遊べそうですよね、こいつは。こいつは割と普通に7-8いけますよね。面白そう。で最後のジェスカイのやつに行きます。霊気の春英サティア。こいつが4マナの3-5威迫速攻で、こいつが攻撃するたびあなたがコントロールしていて、トークンでもこれでもないクリーチャー最大1体対象としてそれのコピーであるトークンをタップ状態かつ攻撃している状態で生成する。でエネルギーを2個得る。で次の終了ステップの開始時にそのトークンのマースワイルに等しい個数のエネルギーを支払わない限りそのトークンを生贄に捧げる。なるほど。だからコピーが出るってことなんですね。でエネルギーは払わなきゃいけないですけど、エネルギーこれ払う必要性はないんですよ。払わなかったらそのトークンをサクってくださいねって書いてあるだけなんで。なるほど、そうですよね。別にもう戦闘はしてるし、なんならETB とか系のクリーチャーならもう ETB は使ってるし、生贄に捧げるなんでピグ系のカードでも別にピグでもいけるんですね。全然問題はないと。ピグ出してもいいと、いうことにはなりますね。ふと気づいたんですが、これ無限戦闘いけるじゃんとまあいけるわねこりゃ。これコピー出すってあれとって港を滅ぼすものとか、そっち系、あと危機時期のコンボもアタック状態で出ちゃうからな。じゃあいけないか。そうっすよね。基本的には無限戦闘系っすよね。例えばブラッドサーサーでももちろんいけますよね。コピーが出るから。ダメージで誘発するタイプならいける。そうっすよね。あと戦闘祝賀者とか祝賀者はいけない。いけないコンバットやつだから。そうか。
だからブラッドサース赤宮とホロボスもですよね、とかだと無限戦闘がいける、あれ思ったより意外といけるじゃんっていう感じのデッキになるんですかね。そうですね。まあまあ強そう。まあまあな出来にはなると思う。これも78いきそうですよね。まあ色も普通に強いしね。そうですね、エネルギーは意外とあんま関係ねえんじゃないかってみたいな、多分全然関係ないと思うんだよね。エネルギー補填されたけどあれ、エネルギー今の感じだと関係ないなと思って、まあそんな感じですかね。はい、次行きましょうか。高名な装置技師ケイス。はい、こいつはジェスカイの4マナの33、で製造1っていうのを持ってまして、はい、クリーチャーが戦場に出た時これの上に11カウンターを1個置くか、もしくは無色の11の霊気装置トークン、1体生成する、であなたがコントロールしているトークンでもこれでもないクリーチャーは製造1を持つ、で2マナ無色タップでどっちかを選ぶ。居住か増殖、居住っていうのは何でしたっけ？トークンをコピー、で増殖は増殖ですよね、でこれどうなのかなっていう感じになったんですが、とりあえずティムさんがおっしゃるには、無限環境いけるんじゃないかと、無限環境はまあいけますよね。11カウンターが乗るから無限環境、なんか無限環境いけるクリーチャーってこの色だと何がいるかパッと浮かばなかったんですが、エレンドラの大魔術師とかですかね、無限に打ち消しできると。そう調べてないですけど、もしかしたらワンチャンいるかもしれないですよね。まあいるはいるのよ、大した効果がついてないやつらが多いから単体でいまいちなだけで、単体で強いのはエレンドラだねぐらいで、それで無限ループ4号ループがいけるから、例えばミルミしたりとか、ダメージ与えたりとか、いけるってことですよね。一応いけますよね。一応アクセスするのには困らない色味だから、まあカジュアルで考えたら逆にこの11カウンター乗っけて普通に殴ってくんじゃねえかっていう、増殖して全然そっちの方がありな気がするんだよな正直。5、6でねそっちで遊ぶっていうのも、なんかまあ7、8でその今の無限環境やるよりは、5、6でそっちで遊んだ方が楽しそうではありますよね。そうね。はい。まあそんな感じですかね。そうですね。以上で6体計8体紹介させていただいたんですけども、大丈夫ですか？合ってますかね？まあちょっと不安はないことはないんですけどまあまた何かね、こいつこんなんいけるぜっていうのありましたら、コメントしていただければありがたいのでコメントしてくださいということで、あとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。